明治35年、オーストラリアのフリーマントル、日本の艦隊を迎える大夜会が開かれました。艦隊の司令官が総督夫人に引き合わされます。音楽が鳴り、数千人が一斉に踊り始めます。司令官は踊れません。司令官が踊るんですか？進めば踊れないことが知れる。引けば夫人に恥をかかせる。部下は手に汗を握って見ていました。司令官は夫人の手を取りました。そして堂々と踊りました。手振りも足拍子も立派に合っていたとあります。夫人は体操お上手です。後日、よくもあの時踊りましたねと褒められて、この人はこう答えました。何クソと思ってお国のために体を動かしたばかりだよ。今日はこの人の話です。上村彦之丞、海軍の大将です。嘉永2年、薩摩生まれ。日清、日露2つの戦争を戦い、あだ名は船乗り将軍。そしてこの人については面白い話ばかりが残っています。若い頃の話です。同期に山本権兵衛がいました。後の海軍大臣です。2人とも盛んに飲み、盛んに遊びました。金が尽きると同郷の先輩にあの手この手で理屈をつけてもらうとその足で遊郭へ。もらった足でですか？ある日、先輩の家で権兵衛の兄と鉢合わせます。兄は一言だけ。よかとこへ行くから金が足らぬのじゃ。あんまいアホを尽くすとろくなものにならんぞ。いいところへ行くから金が足りない。アホを尽くすとろくなものにならんぞ。二人は恥じて行いを改めたとあります。日清戦争、軍艦秋津島の艦長として航海の海戦に出ます。敵の弾が飛び交う中、身をさらしたまま眉一つ動かさなかったと書かれています。弾の音が鳴るたび、水兵たちは無意識に頭を下げます。それを見て艦橋から一喝。敵に礼するは卑怯なり。避けてるだけなんですけど。敵にお辞儀するのは卑怯だ。たまに頭を下げるな。そう言ったと伝わっています。オーストラリアに戻ります。二度と踊らされないよう、この先の寄港地の領事全部に電報を打って舞踏会の歓迎だけ断りました。踊る前に断っちゃったんですね。代わりに数千人と握手する羽目になりました。そこで握手を発明します。相手の手をうんと強く握ったまま目の高さまで吊り上げて離す。人々は驚き、そして感服しました。英語は話せません。公式の場で使った英語は How do you do だけ。あとは日本語で堂々と押し通しました。ただ当時の話題、朝鮮のことだけ英語で言いました。コレラです。それはコレアです。コレラは病名ですと教えられて、答えがこうです。俺のは英語ではない、日本語だ。朝鮮はコレラだ。ここまでは笑い話です。ここからは少し違います。軍艦相模の検閲の日、列の外に一人の水兵が立たされていました。素行の評価が一番下の行状4等です。司令官はその前で足を止めました。艦長に事情を聞き、しばらく無言で水兵を見つめて、それから静かに。誤って改むるにはばかることなかれということがある。今後はお互いにしっかりやろうじゃないか。お互いに。大将が行状4等の水兵にそう言いました。水兵は電気に打たれたように震え、涙の中絞り出す声でただ「はい」と答えました。伝染病の患者が70人余り青森の大港に隔離されたことがあります。司令官は見舞いに行きました。病室を隅々まで見回り、一番重い患者の枕元で、設備は完全、軍医は優秀だからきっと治る、安心して養生するがよい。病み上がりの部下にはいつもこう挨拶しました。
いやー、病気全開でおめでたい。なるほど、顔色も良い、肉付きも良い、少しも病後の人とは見えぬ。まことに結構だ。それ本当に顔色が良かったんですかね。嘘です。本人の説明はこうです。正直にまだ顔色が悪いと言えば心を悲観に導く。病は気から。だからこれは方便なのだと。ここまでの話は明治44年の人物評論と昭和5年の海軍の逸話集にあります。そばで見ていた人たちの証言です。ここから先は確かな話と伝説が混ざります。混ざるんですか。その都度言います。この人は伝説の方も面白いのです。日露戦争、上村の第二艦隊はウラジオストクの敵艦隊を追う任務に就きました。捕まえられない日が続きました。世間はこの人を無能と呼んだと伝わります。ロシアの密偵ロタンとまで呼ばれ、留守宅には毎晩石が飛んだと昭和7年の講演録にあります。家の女房は度胸が座っているから大丈夫だと笑ったと伝わります。その妻は毎日寺に参って敵艦隊の発見を祈願していた。そういう話もあります。当時の参謀が後に書き残しています。将軍は罵られていることを全部知っていた。それでも釣りをし、運動会を催し、山に登り、部下の指揮を守った。疲れませんかと聞いた参謀に、くたびれることはくたびれるが、我慢は我慢よ。我慢は我慢よ。そしていよいよ敵と打ち合うという時、この人は兵を甲板に集めて言いました。各自の睾丸を検すべし。各自金玉を確かめよ。普段通り垂れているものは戦に勇敢、縮み上がっているものは心におじけがあるからだ。確かめ方。上村の甲顔演説といえば海軍部内の有名な話だった。明治44年の本にそうあります。伝説ではありません。明治37年8月14日、早朝のウルサン沖、第二艦隊はついに敵を捕らえました。午前5時24分、砲撃開始。敵艦龍陸が沈みます。この後何が起きたか、海軍の公文書に残っています。626名を収容せり。撃った相手をその日のうちに626人海から引き上げました。撃った相手をですか。敵ながらあっぱれである。生存者は全員救助せよ。そう命じたと伝わります。この言葉は確かめられていません。でも艦隊が何をしたかは1枚ずつ書いてあります。何話は龍陸が沈むや救助艇を出したとあります。134人、高千穂は193人。夜そのすべてを常盤に移しました。東は風呂場を治療所にしました。前の治療所は補助官室に、後ろの治療所は機関部員の浴室に。岩手は砲塔に敵弾を受け多くの死傷者を出した艦です。その後で敵兵26人を収容しています。夜、艦から艦へ負傷者が渡されていきます。翌朝には敵の負傷兵の包帯を変えたとあります。同じ本には日本側の死者も一人ずつ名前で書かれています。巻の名前はイム衛星。手当ての記録です。前回は戦闘の記録でしたけど、今回のは手当ての記録なんですね。世間は手のひらを返しました。軍歌が作られました。明治43年の学校の軍歌集に載っています。捨てなば死せん彼らなり、救助と君は叫びける。見捨てれば死ぬ者たちだ、救助せよと君は叫んだ。子供たちが学校で歌いました。本人はこの歌を嫌っていたと伝わります。参謀にはかつて敵として戦った庄内藩、米沢藩、会津藩の出身者を選んでいた、そう伝わります。明治44年の人物評論は
東郷平八郎と並べてこの人をこう書きました。東郷をもって春のごとしとせば、上村は秋のごとし。大正5年8月8日に亡くなりました。名台詞の多くは伝説です。でも風呂場を治療所にしたことと626人は書いてあります。この人のことは概要欄の蔵にもう少し置いてあります。次の1枚も探しに行きます。チャンネル登録とこの動画の高評価がその力になります。どうぞよろしくお願いいたします。